この最大にオープンする時間にやっていただきたい開運行動があります。こんにちは。スピリチュアルで夢実現を提唱するスピリアルアカデミーザ・ガイアハウスオーストラリアの開運先生術師新海真希です。今日は8月8日に最大に開くライオンズゲートのこの開く瞬間のホロスコープをこちらにお見せしておりますが、こちらを解説していきます。そして正確にこの瞬間、この時刻に最大に開くよという時間に絶対にやってほしい開運行動があります。その時刻と行動についてもお話ししますので、ぜひ最後までご覧ください。ライオンズゲートが一体いつからいつまで開いていて、なぜその時期なのか、その意味、その他諸々はすでに詳しく別動画で上げております。まだの方はまず一旦キャプションにあるので、そこを見ていただいてから戻っていただいた方がわかりやすいかもしれません。で、ちょっとですね、ライオンズゲートについてちょっとだけおさらいをしますが、開いているのは7月の26日から8月の12日までです。そして最大に開くのがど真ん中の8月8日。ここが大切な日ということですね。そしてその瞬間のホロスコープ、こちらを見ると、これから先の人類の幸せについていつも書かれているのがライオンズゲート最大オープン時のホロスコープです。これ、わかりますように、土星は逆行中なんですが、実は7月26日にライオンズゲートが開いて、すぐに次の日に今年は土星逆行が始まりました。そしてその同じ日にドラゴンヘッドが19年ぶりに水亀座に戻りました。ということは、つまりドラゴンテールも19年ぶりに獅子座に戻りました。そこはライオンズゲートのある場所です。なので今年は19年ぶりにドラゴンテールのいる獅子座でのライオンズゲートオープンということになります。ここは非常に重要なポイントです。それからもう少しご案内しますと、このチャートでは太陽はもちろんカルミネートして MC にいるんですが、Q ハウス、この場所でプシケという小惑星とハイジアという小惑星と木星とコンジャンクションしています。でこのコンジャンクションしている太陽は、ここの5ハウスにある逆行開始したところの土星と6ハウスのパラス、これも近いので、こことトライしてます。だけど、7ハウスのペルセポネとはスクエアをしています。さらに、このチャートの中にグランドトライン、風のグランドトラインがあるんですが、そのグランドトラインは11ハウスですね。ここの金星、天秤座の金星と、3ハウスの水亀座のジュノと冥王星がくっついてます。この連合と、それから、よいしょ。双子座の天王星、ここですね、7ハウスの、とグランドトラインをしています。さらに12ハウスというスピリチュアルの場所がスピリアルの天秤座のエロスとパンドラとコンジャンクションしていて、これはスピリアル、好きな人たちが扉を開けていくというホロスコープなんですが、これが先ほどのこのQハウス連合、学校を超えた学びをする場所で自己表現していく連合と調和の角度をとっています。ですから、こういうことからいろんなことがわかるんですが、まず、太陽が土星やパラスとトラインを取ると、魂、心から喜ぶことで、しっかりと土台作りを始めるということを推奨している大切なことだということです。そのエリアで責任を持って可能性を広げること、それからベスタも近いですね。なのでメッセージを伝えることは、ライオンズゲートの太陽が皆さんに期待していることということになります。で、水亀座ドラゴンヘッドの時代がやっと始まったということで、獅子座にドラゴンテールが映っている。獅子座の影が出る人は人生交代するので気をつけなければいけません。これはこの時期ずっと言っていますが、獅子座はものすごく素晴らしい星座です。ですから、木星もそこに入っているので、獅子座の良いところをたくさん持っているならば、それはとても素晴らしいことになります。でも、ドラゴンテールが入ると、獅子座の悪いところも拡大されるので、悪いところをいっぱい持っていると、それが命取りになるということも起こるわけです。だからこの獅子座の領域は、今年は非常に微妙な領域ということになります。木星獅子座だから、いいも悪いも拡大しちゃう。
なので、獅子座の影も拡大します。皆さんが獅子座の影を多く持ってるのか、獅子座の光を多く持ってるかによって大きく差が出てくる一年ということになりますね。こんなのはもうすごい珍しいことです。木星のある場所にドラゴンヘッドが一緒になっちゃうっていうことですからね。だから今年はものすごくいろんなレッスンの多い、ここから後半になっていく。特に自己表現というテーマで、自己表現何でもかんでもすればいいわけではない。でもしないのも違う。するんだけれどもそのやり方。ここがとても大事になってくるということになります。いつもライオンズゲートの時は、ライオンズゲートの場所に光があるんですけれども、今回はね、影もそこにあるので気をつけるということなんですが、それでもやっぱり光があることは確かです。で、この Q ハウスにありますから、この学びをね、活かして、学校で教えてくれないことの学びを活かして、自分が学んできた、これをどうやって社会に貢献していくのかっていうことに向けてゲートを開ける。そういう人をウェルカム。どうぞどうぞ、私助けるからやってきてという感じで宇宙がお迎えしているという図になります。双子、おひつ、獅子座で、木星とプシケ、ハイジアがコンジャンクションをしているということですから、学校では教えてくれない場所ですね。ような学びの場所。ここで精神的かつ哲学的な学びの扉が大きく開いているということですから、何か魂レベルで学校で教えてくれないことを学びたいという人は本当に今、このライオンのゲートが開いている期間中にも一歩踏み出す、申し込む、いいと思いますね。で、この Q ハウスの学校で教えてくれない学校で学んだこと、この学んだプシケ、それから人生のセルフケアっていうのはハイジア、体のセルフケアもハイジア、人生のセルフケアがどちらかというとプシケ、体のセルフケアがハイジアですね。だから学校で教えてくれないところで学んで、自分の人生を自分でセルフケアする力のプシケと、体をセルフケアする力のハイジアが一緒にいるから、そこが一番宇宙が今期待しているエリアだよということになるんです。ただ、7ハウスのお牛座のペルセポネと太陽がスクエアをしているので、人間関係、自分にとって豊かさの価値観において持っていることが自立の証明、その持っていることが価値観だって思っているような、そういうマインドとか人間関係の場所に関しては、ちょっと考え方を変えていかなければいけない手直し、手放しのような出来事は起こりやすくなっている時だと言えると思います。自分の奥底にある本当の願いに気づくために、ちょっとした出来事は起こるかもしれません。ただ素晴らしいのが、グランドトライができている。11ハウス、天秤座の金星、3ハウスの水亀座のジュノと冥王星、7ハウスの双子座の天王星。これ先生術やってる人はピンときますが、全部コミュニケーション、人間関係、人とのつながりを表すところなんです。先生術のセッションで人間関係について見ましょうってなると、11ハウスと7ハウスと3ハウスを見るんです。この3つのハウスがグランドトラインをしているということですから、未来のビジョンにおいてそういう軽やかな同じ目的を持った人間関係を持っている人は、驚くほどスムーズな革新を遂げていく、上昇を遂げていくということを示しています。人とのつながりが今、それがあなたを助けていく。つながっている人たちを助けていくし、自分も助けられる。こういう追い風のグランドトラインが吹き始めますよということですね。古い執着を手放して、自分の個性を生かしたままで無理せずにつながれる同志とのエネルギーの循環。新しい風の時代の波に軽やかに乗っていくことができると、ドンとロケットに乗って上昇気流にうまく乗れるということです。で、さっきも言いましたが、12ハウスというスピリチュアルなところに、スピリアルな天秤座のエロスとパンドラが重なり合っているので、スピリアルな教えこそ、見えない世界への扉を開いていくし、皆さんを新しいステージに、誘う扉、パンドラの箱を開けてくれる。ということですし、これまで気づかなかった奥深くに押し込めていたエロスというのは自分の情熱がスピリアリティにあることに気づいていく人も多くなっていくと思います。ということで、さあ最初に言いました。
このライオンズゲートを通ってステップアップするためにやっていただきたい開運行動は、精神世界、宇宙の真理など学校で教えてくれてないことに好奇心を持って触れてみるということなんです。すでにこれだというのがあれば学び始める。すでに学んでいる人はより深く学ぶ。そしてそこで得た気づきを身近な人でいいんです。近くにいる人でいいんです。SNS じゃなくてもいいんです。身近な人たちにコミュニケーションをとって自分はこういうことで学んでこういう気づきがあったということをシェアしてみてください。これは絶対的な開運行動になります。それから人間関係において古い価値観、執着が顔を出した時には、それを恐れずに手放して、新しい時代にふさわしい軽やかなつながりを選択することが大切です。自分らしくいられることができないならば、それは違う。自分が大好きなことを応援してくれない。それも違う。安心して手放しをしていけば、新しいつながりが広がっていきます。そうすることでご自身の周波数が上がってマニフェステーション、願望実現力が加速して最高に豊かで満ち足りた人生へ再誕生していくことができます。そしてさらにピンポイントの開運行動。ここが大事ですので聞いてください。ライオンズゲートが最大にオープンとなるのは8月の8日の日本時間で11時46分です。この最大にオープンする時間にやっていただきたい開運行動があります。このピンポイントの時間に絶対やっていただきたい開運行動とは、太陽を見てください、まず。太陽のある場所が、この時間太陽のある場所がちょうどライオンズゲートのど真ん中です。その場所を見て、空のその場所で観音開きのゴールドの扉がキーでもキューでも、自分の好きな音でいいんですけど、なんか音を立てて、観音開きなんです。これ絶対。観音開きの扉が開くイメージを持ってください。そしてできれば、携帯でそのライオンズゲートの写真を撮りましょう。目、痛めないように、直接太陽は見ないようにしましょうね。こういうのはもう皆さんご存知ですね。そしてその写真を保存してください。これから1年間携帯の中に入れておいてください。これが絶対やってほしいことです。この時間ですよ。11時46分覚えておいてね。はい。ということで、ぜひやってみてください。そして、このピンポイントの時間に関わらず、このもうライオンズゲートが今開いている周辺にやっていただきたいのは、さっきも言ったようにもう学びを始めるということですし、あとですね、これは私のやっていることのご案内宣伝になりますが、ガイアハウスが提唱しているアストロアロマですね、12個の星座と10個の天体と11個の小惑星、すべてのアストロアロマがあります。中にクリスタルが入ってるというのが特徴なんですけれども、特に獅子座、いて座、ハイジア、プシケ、木星、パンドラ、エロス、天王星、月のアストラロマオイルが非常に有効です。この時期。なので、持っている方はぜひ、もちろん買っていただくのも、大歓迎です。オーストラリア、ガイアハウスのアクエリアスクリエーションからも日本からも買っていただけます。こちらもキャプションついてますが、日本でも販売員の人がいらっしゃるので、すぐ欲しい場合は、アストロアロマでキーワードで検索するといっぱいね、インスタなんかで出てくると思います。そして、これは自分でクリスタルをアクティベートしてから自分仕様にして使うという特徴がありますので、よりアクティベーションも楽しめると思います。それから、色なんですけれども、イエロー、ゴールド、この2色ライオンズゲート開いてる間、非常に開運のカラーですから、ちょっと意識して身につけるようにすればいいのではないかと思います。それから、アストラロマを持っていなくても、ラッキー香りって何て言うんでしょうか。波動の高い、この時期波動を上げてくれる、アロマの香り、あるいは植物の香りは、ユーカリとペパーミントです。非常に良い。なので、
ちょっと持ってる人はそれを使うとか、オーストラリアだったらユーカリの木、うちの庭にもでっかいのがあるんですけれども、これがすごく開運の香りになりますね。それから、もう一つ、これも開運コードです。8月8日じゃなくてもいいです。もう今やっていただいてもいいんですが、この期間に、クローゼットの中のもう着ない服を必ず7個捨ててください。必ず7個捨ててください。これが開運行動になります。6個では足りない7個です。意識してやってみてください。ということで、最後にちょっと最近たまにこのセプタグラムソウルジャーニーリーディングの宇宙からいただいた光の65枚のカードですね。引くのを最後に忘れてしまうことがあって、DM で楽しみにしてたのにっていただきましたので、今日はちゃんと引いてみたいと思いますが、マーキュリーです。マーキュリーはメッセンジャーです。ぜひ皆さん怖がらずに自分自身がメッセージを聞く側じゃなくて伝えていく側ですよ。多分これ見てる人は。というこのメッセージを受け取って大きく羽ばたいてみてください。ということで素敵なライオンズゲートをお迎えください。